皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年3月20日にビルボードライブ大阪で開催されました2部構成となっているアコースティック球児のセカンドに帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。アコースティック球児はちょうど1年前2024年3月20日の LINE キューブ渋谷以来となりますが、会場がビルボードライブという特別なシチュエーションで開催されるということで、本当に嬉しいことを企画してくれていると思いました。ドレスコードあり飲食ありのお給仕と初物尽くしですし、お名手様限定という安心感というか特別感もあるわけで、バンドメイドとしても初となるビルボードツアーということなので、本当に楽しみすぎる感じでした。お名手様限定とはいえ、会場のキャパは320とチケットは争奪戦になるのは必死で、どれかでも当たればラッキーということで東京大阪の各2公演申し込みまして、なんとか大阪のセカンドのチケットをゲットできたという状況でした。全落選を覚悟していましたので本当にラッキーでした。それでいよいよ当日となりまして、現地大阪は晴天です。さすがにサイちゃんもアコースティックということで落ち着いた感じなのかなとか思いましたが、最低気温が0度と朝はものすごい冷え込みで、なんとなくサイちゃんの気合も感じられました。久しぶりの地元大阪でのお給仕ということで、夕方に自宅を出ていつもの通勤電車で会場の最寄りの北新地駅へ向かいます。ドレスコードについてはサイちゃんがポストしてくれていましたので、だいぶ以前2021年に購入したバンドメイド複層ほどシャツにジャケットというセレクトにしました。北新地駅から梅田ダンジョンの縁を歩いてビルボードライブ大阪へ向かいます。お昼のファーストのお給仕が始まったところくらいに会場前に着きましたので、入り口にスタッフのお兄さんが立っておられて、ファーストのチケットを持っている人しか入れなくなっていました。そのお兄さんに確認したら、物販はセカンドの会場後ということでしたので、同じく先走って来られていた知り合いのお名手様お二方と近くの切手の上でカクテルなど飲んで準備運動をしておきました。それで18時過ぎに会場に戻りまして、18時半の会場に合わせて並びます。入り口でお名手様の会員証と免許証をチェックしてもらってチケットを見せて入場します。クロークにコートを預けてまず席に着きます。もう通常のお給仕と全然違う感じです。私がゲットできたチケットは S 指定席なのですが、 C1 の7番とステージからは少し離れた下手側です。でも壇上のカウンター席なのでステージは見渡せますし、正面側なのでなかなかいい席なのではと思いました。それでまずは物販に並びまして、ポロシャツとピンバッジとスペシャルくじを10枚購入します。くじの結果はやっぱりいつも通りな感じでした。それで席に戻ってメニューを見て、フリージングハイボールとフライドコンボというのを頼みました。当然お給仕でこんな経験は初めてです。それで前のフロアを見ると、座られているお名手様たちは見知っている方たちがいっぱいおられるのですが、男性はほぼみんなジャケット着用で、女性は着飾った感じといういつもと違う本当に特別な空間になっていました。ちなみに前にテーブルがあるというシチュエーションなので、いつもより断然メモが取りやすくて細かめにメモることができました。ステージを見ると一番下手奥にグランドピアノ、その横に横向きになったキーボード、上手にドラムセットが置いてある感じでした。ステージを眺めているとお酒と料理が席に運ばれてきまして、すごく美味しい食事をいただきながら、これまた美味しいお酒を飲んで開演を待ちますが、これって最高な感じと思いましたね。少し時間が経つとお酒も入って会場は和やかな雰囲気で和気あいあいな感じになってました。それで19時半ぴったりに会場に静かに流れていた BGM が止んで拍手が沸き起こります。拍手の中、サイちゃんが上手の通路からステージに上がり、グランドピアノの椅子に座ります。ピアノを前にしたサイちゃんにスポットライトが当たります。肩のところにトゲトゲがありましたので新衣装でしたが、ピアノを弾くためか腕のレースはつけてなかったですね。ピアノは横向きでしたので、サイちゃんのものすごく綺麗な腕と手がピアノの鍵盤に添えられるのが見えました。それでサイちゃんがピアノを弾き始めますが、すごく綺麗な旋律で、最初は何の曲を始めたのかわからなかったです。それで1曲目となるチューズミーをサイちゃんが歌い始めました。サイちゃんのピアノ弾き語りといえばやっぱりチューズミーですよね。最初に何かわからなかったのはイントロのアレンジを変えてきたからですね。横浜アリーナを思い出していきなり胸に熱いものが込み上げました。サイちゃんのピアノを弾く綺麗な腕と手、完璧な横顔、髪の毛の間から見える耳がなんか色っぽかったです。うまいお酒を飲みながらサイちゃんのピアノ弾き語りのチューズミーを見て聴けるって本当に特別で幸せな気分になりました。いきなりビルボードライブのアコースティックお給仕の醍醐味みたいなものを味わえましたね。段の上から見る観客席は紳士淑女が息を飲んでサイちゃんの弾き語りに聞き入ってる感じで、本当に特別な空間になっていたと思います。
私的にこれまでと違うのは、さえちゃんのピアノ演奏に全く不安を感じないと言ったら失礼ですが、本当にナチュラルにピアノの演奏と歌を堪能できた感じでした。しっとりと曲終わりとなり、拍手と歓声が上がる中、さえちゃんのありがとうございますにまた大きな拍手となります。それでさえちゃんの私一人から始まりましたで笑いと拍手が起きます。さえちゃんのこのナチュラルな感じすごく好きですね。続けて満面の笑みで、ビルボードなので2部制ということなんですけど、その2部が始まりましたでまた笑いと拍手です。いやいや、この柔らかい雰囲気最高すぎます。続けてさえちゃんがお酒と食事楽しんでくださいねみたいなことを言ったので、本当にディナーショーみたいでした。これまでディナーショーに行ったことはないんですけどね。それでさえちゃんがグランドピアノの横のキーボードの椅子に座って、1人追加しますって言ってきます。それで呼ばれたのはミンチョでした。ミンチョが上手の通路から入ってきて、沸き起こる拍手の中、さえちゃんの隣下手側にアコギを持って座ります。それでミンチョがいつもの調子でこんばんはって挨拶してくれて、会場を見渡して皆さん今日は素敵ですねとか言ってくれます。さえちゃんもジャケットとか似合いますねって言ってくれてました。ミンチョはそれを受けて、いつも T シャツだからねみたいなことを言っていたと思います。続けてさえちゃんがなんか新鮮だわ、私たちも新衣装になったから的なことを言ったので、会場から歓声と拍手が沸き起こります。でさえちゃんのじゃあやりましょうかにミンチョがはいって答えて、さえちゃんの聞いてくださいで2曲目が始まりました。なんとなくジャジーな感じのミンチョのアコギだけのイントロが始まりました。それでさえちゃんが歌い出してシャンブルズだということが分かりました。ファーストではセンスだったと後で聞いたのですが、どちらもアコースティックでやるとは思えない曲で、バンメさんたちのアレンジ力の凄さを思い知りました。シャンブルズのアコースティックバージョンってもう想像の上です。ミンチョのギターはやっぱりジャジーな感じで、ものすごくおしゃれな曲になっていました。それで会場がいいのかアンプがいいのか、いやミンチョの演奏力がすごいんだと思いますが、アコギの音がめちゃくちゃ良かったです。しかしやっぱりアコースティックオキューズの時のサイちゃんのボーカルはうまさが際立ってます。これをお酒を飲みながら見て聴けるわけです。最高以外の言葉が見つかりません。曲終わりでサイちゃんのありがとうをもらって拍手と歓声です。いやいや素晴らしすぎる空間です。会場からも最高の声が飛び交います。それでミンチョが新しい2人のアレンジができたみたいなことを言って、また会場から拍手歓声となります。でサイちゃんがバンドメイドになっちゃおうかなって言って、上手の通路からまずはミサさん、次にコワトさん、最後はあーちゃんが入場してきます。通路を通っていくメンバーを目の前で見れて、上手のステージ横に座っているお名刺様がなんか羨ましかったですね。拍手と歓声の中、一番下手がミンチョ、その横にサイちゃん、その横の少し後ろにミサさん、その横の前方にコバトさん、一番下手にあーちゃんの位置取りです。当然みんな新衣装です。コバトさんのスカートの膨らみがすごかったですね。ミサさんもスケバンみたいでめちゃくちゃかっこよかったです。みんなが揃ったところで最初の MC 的な感じになります。小本さんがお帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様、バンドメイドですっぽーといつもの挨拶を言ったところで、さえちゃんからお名手様でいいんじゃないみたいなツッコミが入って、小本さんがお帰りなさいませ、お名手様って言い直してくれて、会場から大きな拍手と歓声が起こります。で、いつもと全然違うということで緊張がすごいって言ってましたね。一部はもっと緊張していて、お名手様たちも緊張していたらしいです。で、夜は少し和気あいあいな感じですねみたいなことも言っていたと思います。確かに和気あいあいな感じでした。で、サイちゃんが会場に向かってお酒飲んでくださいねみたいに言ったので、会場は笑いに包まれてましたね。まあサイちゃんに言われたので、当然この時にお酒を飲んでステージの方にグラスを掲げました。あと小鳩さんが一部に来られた方はいい感じにお酒が入ってるっぽねみたいなこと言ってたと思いますが、確かにとか思ってましたし、一部も来れた方は羨ましいなと思いましたね。でも本当に和やかな雰囲気で幸せな感覚になる空間でした。サイちゃんはさらにどんどん飲んでくださいとか言ってましたし、小鳩さんも今日はたくさん飲める日ですっぽねみたいなことを言ってました。サイちゃんも飲んで食べてお給仕を見るってなかなかない機会ですからねみたいに言ってましたが、本当にこれまでにない特別な空気感が醸し出されていました。で、乾杯は後にしましょうということで MC は終わって次の曲に行く感じになります。ミンチョのギターが鳴らされて始まった3曲目はワンダーランドでした。ベースとドラムが加わって音的にはものすごく厚みが出て、本当に素晴らしい音響でした。1メロからいきなりサイちゃんのボーカルに合わせて小鳩さんのコーラスが入ってめちゃくちゃ綺麗なハーモニーでした。歌いながらアコギを弾く小鳩さんがなんかすごく嬉しそうな表情をしてたのが印象深かったです。この曲からだったかは忘れましたが、この日はミンチョもハモリに参加してましたので、この日はいつも以上にすごく重厚で綺麗なハーモニーを聴けました。ミサさんのベースもものすごく味わい深いですし、やっぱりワンダーランドは
さえちゃんのファルセットがしびれます。C メロのところのコーラスというかハーモニーもすごくて、特に酸いも甘いものところのハーモニーは鳥肌ものでした。それで最後のクライマックスとなる To the Wonderland のところのさえちゃんの歌声を堪能します。私的に大好きなあーちゃんがウィンドチャイムをシャララーンって鳴らすのも見て聞けましたので、もうこんな素晴らしい演奏と歌をうまいお酒を飲みながら見て聴けるって幸せすぎると思いました。曲終わりで拍手と歓声が沸き起こる中、小畑さんがアコギを持ち替えていたように思います。それで始まった4曲目はベスティでした。この曲もいきなり A メロ B メロはほぼバックの演奏なしで、さえちゃんと小畑さんのめちゃくちゃ綺麗なハーモニーがすごくて、2人の歌のうまさが際立つ感じでした。それで確か1サビからバックの演奏がかぶってきたと思うのですが、私的にはこのベスティのミサさんのベースラインが大好きなので本当に痺れました。この辺りはアコギならではのアレンジというか、アコースティックバージョンでしか聴けないアレンジだと思いますし、この素晴らしい演奏とハーモニーをお酒を飲んだり食事をしたりしながら聴ける最高に贅沢な空間を堪能できました。あとあーちゃんがものすごく楽しそうにドラムを叩いてたのが印象的でしたね。それで C メロの時のさえちゃんのボーカルにかぶせる小畑さんのコーラスは本当に綺麗でしたし、その後のミンチョのアコギでのソロはものすごく美しいトレモロ奏法があったりで、素晴らしいという言葉では表しきれないほどでした。最後はミンチョがアウトローアコギで弾いてくれて、会場は割れんばかりの拍手と歓声となります。曲終わりで小畑さんがまたアコギを持ち替えて、さえちゃんがキーボードの椅子に座りました。次の曲に行くのかと思ったら、どうも2回目の MC になるようでした。まずさえちゃんの皆さんお酒飲んでますか、今がチャンスですよに会場から笑いと拍手が起こって、小畑さんが食べるのもいい一方みたいに言った時に、客席ではなくステージ上のミサさんがいきなりビールを飲み始めたので、会場は笑いに包まれて、さえちゃんと小畑さんが慌てるというお茶目な場面がありました。それでまずは乾杯しようっぽーとなります。で改めてさえちゃんの乾杯に会場はグラスを掲げて、みんな大声で乾杯って言いながらグラスを持った手を挙げます。晩目さんたちと乾杯するってなかなかないことだと思いますし、本当に特別な感じがしました。特別っていうか、とにかく楽しいし幸せな感じなんですよね。晩目さんたちもリラックスしているような感じで、なんか懇親会みたいとか言って笑いが起きてました。小畑さんがお名手様懇親会それもいいんじゃないですかっぽーみたいに言って、さえちゃんのじゃあ私が社長でに会場から笑いと同意の拍手が起こります。で続けてさえちゃんが小畑はマスコットキャラクターねと小畑いじりが入って、小畑さんも社員ですらないんだっぽねみたいに受けてました。でさえちゃんがさらに続けて、クルッポって言います、歌えるしギターも弾けるし、なんかおまじないっていうのもできますみたいにマスコットキャラクターの説明をしてくれます。確かになかなかすごいマスコットキャラクターですね。それを受けて小畑さんがでも社員じゃないんだっぽねみたいにボケてくれます。でさえちゃんがでも一番会社を背負ってるかもよみたいにフォローをするのですが、笑いながら言ってたので、小畑さんから笑いながら言うのやめてもらっていいですかっぽーみたいに突っ込まれてました。それでこの MC の締めをさえちゃんがじゃあ懇親会の続きをと見事にボケを入れてきて、違う違うビルボードライブの続きをいきますかと言い直して楽しんでいきましょうで締めてくれました。相変わらずさえちゃんのトークセンスは最高です。 MC 明けの5曲目はさえちゃんのキーボードでのイントロから始まりました。デイドリーミングです。LINE キューブ渋谷でのアコースティックお給仕の全員が楽器を奏でながら歌うという感動のデイドリーミングの再現です。さえちゃんのボーカルの凄さが際立つ曲です。アレンジは前回と違うように感じましたし、さらにレベルアップしているように思いました。ミンチョのアルペジオも綺麗な音色ですし、ミサさんのベースラインもあーちゃんのドラムも本当に最高です。サビでのさえちゃんと小畑さんのハーモニーもものすごく綺麗だったのですが、度肝を抜かれたのが感想の時の小畑さんとミンチョのハーモニーです。とてつもなく綺麗で、もうこれだけで飯3杯いける感じでした。2メロに入ってアーチャーのタム回しが入って、ミサさんの味わい深いレースラインが心を震わせます。それでミンチョのアコギでの味わい深いギターソロと、そのバックで正確にリズムを刻む小畑さんのギターも完璧です。あと横から見るさえちゃんのキーボードを弾く腕と手が綺麗すぎましたね。さえちゃんは指が細くて長いので鍵盤を弾く姿が本当に綺麗に見えます。それでラスサビになりますが、何度言っても言い足りないくらいに本当にハーモニーが綺麗で、ちびっと飲んだお酒がめちゃくちゃ美味しく感じられました。曲終わりの時にさえちゃんが鍵盤をキュルルンってやってくれたのがまたまた最高でした。曲終わりでの歓声と拍手の中、さえちゃんが次は3人でやりますって言って、あーちゃんと小畑さんのスポットが消えて、さえちゃん、ミサさん、ミンチョの3人でやる形になります。
2人がステージにいてくれるのはいいですね。で、小本さんもあーちゃんも動かない感じになっていたので、さえちゃんからマスコット、着ぐるみ、中は何が入ってるのとか楽しそうにはしゃいでいて、ミンチョが1曲分動かないでねみたいにふざけます。それで小本さんが首だけ動かしてうんうんみたいにしていたので、さえちゃんから犬みたい子犬ミクさんですかっていじりが入って会場も笑いに包まれます。さえちゃんはなんか面白いって喜んでましたね。それで改めてさえちゃんがそれでは3人で1曲届けたいと思いますって言って、ミンチョのアコギが鳴らされてさえちゃんの歌声が響いてきます。6曲目はコラリウムでした。やっぱりこのアコースティックお給仕の時のさえちゃんのボーカルはうまさが際立ちます。私的に大好きなコラリウム、アコギとベースだけのバージョンも最高です。サビではミンチョのコーラスが入ります。感想の時のミサさんのベースラインは芸術的に感じましたし、メロに入ったところのミサさんのベースも本当に素晴らしかったです。しかしアコギとベースだけなのに本当に奥深い演奏で、その演奏に乗せての素晴らしいサイちゃんのボーカルとミンチョのコーラスがもう言葉では言い表せないエモさでした。これをお酒を飲みながら見て聴けるんです。本当に何者にも代え難い経験です。静かに曲終わりとなるのですが、コートさんが曲中ずっとやっていたような感じで両手を顔の横で広げてお人形さんのようなポーズをしていたので、サイちゃんからマスコットじゃんって言われて会場から笑いが起きてました。サイちゃんも最後だけだよねって気づいてましたが、ミンチョはずっとだったらすごく申し訳なかったとかミンチョらしいことを言ってましたね。小本さんも逆に申し訳なくなって最後だけポーって白状してました。それでなぜかサイちゃんが中堅だもんねとか、でも鳩だしみたいなことを言って、小本さんが語尾にポとワンをつけるの難しいみたいなよくわからないことを言って、混乱すると思うワンポとか言ったら、サイちゃんからそれは良くないね却下って却下されてました。それで真面目な話に戻って、ミンチョがこの日のためにアレンジを新しくして練習もたくさんしたみたいに言って、会場から拍手と歓声が起きます。それでミンチョがあーちゃん頑張ってアレンジしてきたよねみたいにあーちゃんに振ったら、あーちゃんがどうって色っぽい感じで答えたので、まだ会場から笑いが起きます。そんな和やかな雰囲気だったので、サイちゃんも皆さん楽しんでいただけてると思いますがみたいに言ってくれてましたが、本当に楽しんでいただけてました。それでサイちゃんの次の曲もアレンジを変えたので披露したいと思いますって言いつつ、みんなお酒飲んでるとか言ったので、またミサさんがビールを飲み出します。で、ミサちゃんに言ったんじゃないよ、お召し様に言ったんだよみたいになって、また会場は笑いに包まれます。この日はミサさんも本当に上機嫌な感じでした。それで改めてサイちゃんの聴いてくださいで始まった7曲目はなんとフォービドンテールでした。ミンチョのめちゃくちゃ綺麗なアルペジオにサイちゃんのボーカルが響きます。そこにかぶせる小本さんのコーラスも相変わらず素晴らしかったです。ミサさんはアコギのベースギターに持ち替えてました。初めて見るベースでしたが、めちゃくちゃいい音出てました。1サビに入ってアーチャーのドラムも加わって重厚な感じになります。アコースティックアレンジのフォービドンテール最高です。本当にこの重厚で壮大な曲がアコギアレンジでさらに上品さも付け加えられたような感じで、本当にすごいアレンジ力だと思いました。感想から2メロに入って2サビ前のジャジーなところはミサさんのアコギベースの効果もあってか、さらにジャジーな感じになってました。2サビ終わりでブレイクしたところのリアル感性はそういった空気感ではないというのをお名手様全員が感じ取ったほかなかったですね。それが正解なのかどうかは分かりませんでしたが、この辺りって誰も仕切ってないのにお名手様たちの感覚をぴったり合っているところだと少し感心してしまいました。それで何度も言ってしまって申し訳ないですが、ラッサビ前の Nobody Can Stop Us のところのハーモニーがとんでもなく綺麗で感動してしまいました。それでラッサビから続く最後のメロとアウトロのアレンジはこの素晴らしい曲をさらに消化させたような本当に素晴らしいアレンジでした。曲終わりで当然の大歓声と拍手が沸き起こる中、サイちゃんのなんとですね、もう折り返し地点を過ぎておりましてに会場からざわめきが起きます。それでサイちゃんがびっくりですよね、あ、お酒飲んでくださいみたいに言ったら、またミサさんがビールを飲むという鉄板をやってくれて会場から笑いが起きます。それでサイちゃんが楽しんでいただけてますかと会場に聞いてきたので、当然私も含め会場は手を振りながら歓声を上げて答えます。この時にミンチョがこちらに手を振り返してくれたと思います。いや、絶対に振り返してくれていました。それでサイちゃんが一部の時も思ったんですけど、こんなに近くで見られることってないし、すごい新鮮的なことを言って、近くでお名手様たちの顔が見れるのも嬉しいみたいなことを言ってくれてました。で、見つめ合う感じが恥ずかしいみたいな感じになって、サイちゃんがあんまり見ないようにするよとか言っていた時に、ミンチョがわかる気持ちいいとか言ってましたね。
それでさえちゃんが次行っちゃいますかみたいに言って、小鳩さんがそれでは聞いてくださいぽーって言ってきたので、小鳩曲かと思ったらその通りで、8曲目はスポットライトが当たる小鳩さんのアコギのイントロから始まるさよなきどりでした。小鳩さんの綺麗な歌声が会場に響いてバックの演奏が始まります。さえちゃんがはけないでステージにいる状態での小鳩曲は新鮮だなと思っていたら、それ以上のことが起こりました。なんとさえちゃんがコーラスに入るという信じられない行幸です。オンラインアコースティックお給仕の時のあーちゃんのコーラスも良かったですが、さえちゃんが小鳩さんのコーラスやるって超貴重ですし、なんかものすごく感動してしまいました。ミンチョの天才的なリフ、リサさんの味わい深いベースライン、あーちゃんの変則リズムのドラム、ただでさえ大好きなさよなきどりの演奏にさえちゃんのコーラスです。こんな最高のさよなきどりってありますかって感じです。小鳩さんの最後の高音マックスのところはアコースティックでは許されたファルセットがものすごく綺麗でした。曲終わりで小鳩さんのありがとうっぽーに大きな拍手と完成です。ここで小鳩さんがアコギを持ち替えて、リサさんもまたアコギのベースに持ち替えてました。ひょっとするとミンチも持ち替えてたように思います。それでさえちゃんはキーボードの椅子に座ります。でさえちゃんが次の曲なんですけど一緒に歌えるところあるから歌いたい人は歌ってねって言ってきます。小鳩さんも一部来た人は歌えるっぽねとか言ってきたので、一部帰宅できてませんでしたが歌うしかありません。それでさえちゃんが楽しんでいきましょうって言ってくれて、ちょっとジャジーな感じのミンチョなアコギとあーちゃんのドラム、ミサさんのベースで始まったのは9曲目となるバブルでした。さえちゃんが歌い始めるところで私の大好きなあーちゃんのウィンドチャイムをたくさん鳴らしてくれてました。ミサさんのアコギベースはジャジーな感じにぴったりな音色です。B メロの時だったと思いますが、あーちゃんが左手でフロアタムを叩いていたように思うのですが、なんかかっこよかったです。それで一緒に歌えるところってやっぱりおー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 のところですよね。頑張って歌いました。しかしこのバブルなアコースティックバージョンってめちゃくちゃかっこいいんですよね。それでギターソロパート終わりでさえちゃんが英語で話すように歌うところのハーモニーがもう美しすぎるハーモニーで、ラインキューブ渋谷の時も聴けましたが、このハーモニーの破壊力はすごすぎます。もう本当に心が震える感じです。それで D メロからラッサビでシンガロングして、アウトロがまためちゃくちゃかっこよかったです。いや、アコースティックアレンジのバブル最高すぎます。曲終わりで当然大歓声と大拍手となります。さえちゃんの皆さんさすがですねに小鳩さんの完璧でしたっぽねで短い MC に入ります。さえちゃんのお声よく出てましたの褒めの言葉があり、続けてみんな喉乾いてんじゃないに小鳩さんがオーダータイムですっぽよって追加オーダーを促してくれます。それでさえちゃんが楽しい時間はあっという間ですよねみたいに言ったので、会場がもう終わりみたいにざわめいたので、小鳩さんが大丈夫もうちょっとあるっぽねって言ってくれます。ほっとしました。それでさえちゃんのビルボードライブって夢だったって言葉に小鳩さんもバンドメイドの一つの夢だったっぽねって答えます。それでさえちゃんがアコースティックでのお給仕ができるとは思ってなかったからみたいに言って、小鳩さんもアコースティックってなかなか難しいっぽねって応じます。確かにそう思います。本当にすごい向上心と努力だと思います。まさかできるようになるとは思わなかったみたいなところから、さえちゃんがなんか照れながらみんなが見守ってくれたからって言ったので、なんか胸がキュンってなりましたね。さらにさえちゃんがしかもお名刺様限定でできるなんて夢のようですって言ってくれて、会場から大きな拍手が起こります。それでさえちゃんの楽しんでいきましょうで10曲目となるレターズトゥーユーのイントロが演奏されます。このレターズトゥーユーのアコースティックバージョンはひょっとするとオリジナルよりもいいんじゃないかと思うほどアコースティックにやってました。もともと大好きなこの曲のミサさんのベースラインもアコースティックに映えますし、大好きなあーちゃんのドラムフレーズも同じくです。さえちゃんの感情がこもった綺麗な歌声に小鳩さんのコーラスがぴったりかぶります。本当にお酒が美味しいです。ミンチョのアコギも小鳩さんのアコギも本当にいい音が出てましたし、このもともと綺麗な曲がさらに磨かれてキラキラになった感じがしました。ラッサリからアウトロのところも本当に綺麗なハーモニーと演奏で、さえちゃんのありがとうで曲終わりとなって拍手と歓声となります。ここで4回目の MC となります。まずはさえちゃんのここでグッズの話で始まります。まずは私も買ってすぐにジャケットにつけたピンバッジの話になって、みんなもつけているピンバッジを見せる感じになります。かっこいいよねみたいな感じになってました。次は T シャツの話になって、さえちゃんが一部の時も話したんですけどこのデザインの元になってるやつわかる人いますかみたいに会場に聞いてきます。私的には一部に帰宅していたお名刺様に聞いていたのですが、この時にはそれが何だったか忘れていて反応できませんでした。
で、さいちゃんがアメアパって店舗が今はなくなっちゃったけど原宿にあって、そこのシティシリーズっていうのがあって、それのデザインを元にしたって教えてくれます。後で調べたのですが、アメリカンアパレルというのが正式名で、シティバッグっていうのがそれですね。確かにオマージュされてますね。で、T シャツとトートバッグがあるということで、トートバッグは使いやすいサイズ感で街もあるのでいいとか言ってましたね。あとポロシャツの話になって、結構前にも売り出してたけど、今回のはリボンの刺繍のところがちょっと違うということでした。前のはリボンの刺繍だけだったけど丸もあるということでした。確かによく見ると丸を感じられます。それでさえちゃんが、みんなドレスコード困ってたもんねみたいに言って、このポロシャツをインナーに着ればいいみたいな感じで紹介してくれます。小鳩さんもバンドメイドにドレスコードってびっくりするっぽねとか言ってましたね。やっぱりバンメさんたちってちゃんと SNS 見てるんですね。それで会場のフォーマルなお名手様たちを見て、さえちゃんが皆さん素敵よ、新鮮な気持ちになるとか言ってくれます。それで小鳩さんが、お名手様たちも私たちの新衣装を見て新鮮な気持ちになってくれていると思いますが、私たちはそれ以上に新鮮な気持ちですっぽーみたいなことを言ったので、確かにそうなんだろうなと思いましたね。それを受けてさえちゃんも、だって見たことなかったんだもんって言ったのがなんか可愛くて、小鳩さんもみんなの T シャツの姿しか知らないっぽねとか言って笑いが起きてました。で、さえちゃんが、ちゃんとまた T シャツ着れる機会あるからねとボケてくれてましたね。で、この話題の最後はさえちゃんのレアでした、皆さんありがとうで締めとなりました。で、さえちゃんが他なんかあったっけみたいになって、久保田さんがスペシャルくじがあるっぽって思い出します。さえちゃんがくじにまた新しいの追加しちゃったとか言って、みんなお目当てのものをゲットできたって会場に聞いてきたので、会場から結構できたみたいな声が上がって、さえちゃんも久保田さんもおめでとうって喜んでくれてました。さえちゃんはいっぱいサイン書いたって言ってましたね。私は全くゲットできずでしたが。あとさえちゃんが、あのくじって不思議で外れがないんだよ、みんなおめでとうとか言ってきて、小鳩さんも当たりがいろいろあるっぽって言ってました。まあそうなんですよね。さえちゃんもお名様なら分かってるはずとか言ってました。はい、分かってます。それでさえちゃんが、次の曲行こうかしらってお嬢様のように言って MC 終わりとなります。ミサさんはコギベースのままで、さえちゃんはキーボードのところに座ります。さえちゃんのキーボードの演奏から始まった MC 明けの11曲目はメモラブルでした。最初はさえちゃんの弾き語りのような感じで始まりました。何度も言ってしまいますが、本当にさえちゃんの腕と手が綺麗です。しかしさえちゃんのキーボード演奏は本当に完璧でしたし、ボーカルも本当に感情がこもっていて、ものすごく伸びのあるボーカルで最高の最高でした。それで1サビからバックの演奏と小畑さんのコーラスが加わります。リサさんのベースラインとミンチョのアコギフレーズがめちゃくちゃエモいです。このメモラブルのアコースティックアレンジもものすごく素晴らしかったです。もう見て聞きながら本当に感動してしまいました。それでギターソロ前のところのアーチャーのドラムフレーズが味わい深くて、ミンチョのアコギでのソロにつながります。ソロ後の落ちメロはまたサイちゃんのキーボードだけになってしっとりとした弾き語りになります。それでアーチャンの綺麗なウィンドチャイムからのラッサビへの流れは本当に痺れましたし、ラッサビではサイちゃんのフェイクも入って本当に最高でした。曲終わりでさえちゃんから新アレンジの曲でしたと紹介されます。確かに本当に素晴らしいアレンジでした。で、さえちゃんが話すの忘れてたとか言い出します。結果的にはここからが最後の MC となります。どうもロックはレディのたしなみでしての話を忘れていたようで、みんな知ってるよねで拍手と歓声が起こります。私も先行上映会に行きましたので知っているどころではない感じでした。オープニングテーマのレディトゥロックを担当しているということで、モーションキャプチャーをやらせてもらっているということを話してくれます。それで小鳩さんのアニメの中でキャラクターが演奏する楽曲もバンドメイドが演奏していますっぽーに会場から大きな拍手と歓声が上がります。それでミンチョが曲もひょっとしてバンドメイドが演奏してるって発表前から気づいてくれる人が結構いたって教えてくれて、さえちゃんも小鳩さんもびっくりだよねみたいに感心してましたね。さえちゃんが私たちは知ってたから発表前からチェックしてたら本当に気づいてる人いたんだよねとか言ってました。上映会で発表前にチケットを取っていたと思われる前の方の列にいたお召し様らしき人がそうなのかと思いましたね。それでアニメ見てくださいねという話から、さえちゃんが主人公のリリサちゃんの動きがかなみちゃんそっくりとか、ドラムの音羽ちゃんはあーちゃんなんだけど本当にすごいのとか、ベースの玉木ちゃんはミサちゃんだけどあこれはまだかみたいな感じで嬉しそうに話してくれてました。それでティナちゃんは私がやったのと言ったのに反応して、ミンチョがものすごく嬉しそうにキーボードのティナちゃん役をサイちゃんやったのって叫んでました。それでサイちゃんが貴重な体験をさせていただいてありがとうございましたってこの場を借りて言おうと思ってましたとか言って会場から笑えた拍手と歓声が上がります。あ
あとあーちゃんだったかミンチョだったかが言っていたのですが、このモーションキャプチャーをやることによってみんなレベルアップしたって言ってましたね。特にさえちゃんがレベルアップしたという話になって、さえちゃんが今まで弾き語りのために演奏していて歌に合わせる感じだったけど、そうじゃないキーボーディストって大変だなって思ったみたいなことを言ってましたね。それで続けてさえちゃんが早いのアニメの中でコピーした楽曲が難しいのみたいに言ってましたが、確かにめちゃくちゃ速くて難しそうな曲ばっかりですもんね。で、小畑さんがぜひアニメを見てこの曲のことを言っていたのかと思ってくださいっぽねみたいなことを言ってました。それで公開されているミンチョとあーちゃんの MV の話になって、さえちゃんがすごくなかったみたいに言ってきて、会場も同意の歓声が上がってました。小畑さんもまさにリリサちゃんと音羽ちゃんの感じが出てるっぽねみたいに言ってました。本当にミンチョとあーちゃんの掛け合いは強烈ですよね。最後に4月3日から放映なので楽しみにしてよねで、会場から大きな拍手と歓声が上がってロックレディの話題は閉まりました。それでさえちゃんから次でラストなのと非常な通告がされます。当然会場からはって声が上がりますが、さえちゃんもわかるその気持ちって同意してくれます。で、さえちゃんが大丈夫食べたって会場に聞いてきて、会場から笑いが起きます。さえちゃんは気になっちゃうのよみんな食べたかしらってとか言ってました。小畑さんも会場のテーブルを見て美味しそうなものを頼んでるっぽねとか言ったら、さえちゃんから羨ましいみたいに言うなって突っ込まれてましたね。それで小畑さんがビルボードの料理は美味しいから十分に堪能してまた現実社会に戻ってっぽねとか、なかなか攻めたことを言ってきます。会場から笑いが起こる中、さえちゃんからやめてよそういう突き落とすようなこと言うなよ、私も突き落とされたような感じしたみたいにクレームが入ります。で、小畑さんは慌ててまだお給仕もありますからみたいに弁明します。さえちゃんも東京もありますし5月10日からのツアーもありますし、年内まだまだ発表することありますからってまた会場を盛り上げてくれてました。それで最後にさえちゃんが今年もバンドメイドについてくれば間違いない、楽しませてやるぞってめちゃくちゃ嬉しいことを言ってくれて、会場から大拍手と大歓声が上がります。それで続けて最後まで浸っていってください、ありがとうございました、バンドメイドでしたのさえちゃんの締めの言葉でラストの曲となります。ラストとなる12曲目はミンチョのアコギがジャラーンって鳴らされて、さえちゃんのボーカルから始まりました。アローンです。ミンチョのアコギだけの演奏でさえちゃんがサビから歌い始めます。サビ終わりでイントロになってドラムもベースも加わっておーのコーラスになります。アコースティックと思えないほどの重厚なアレンジで、小畑さんのコーラスもやっぱり綺麗ですごかったですし、リサさんのベースラインのアレンジもものすごく良かったですし、あーちゃんのしなやかな手首から繰り出されるスティックさばきは芸術的と思うほど綺麗でした。2サビ終わりで本来ならギターソロのパートで、ギターソロの代わりに小畑さんとミンチョのものすごく綺麗なコーラスが歌われます。もう本当に鳥肌ものです。この時飲んだ最後に一口残っていたお酒の味は至高でした。それで落ちサビでミンチョのギターとサイちゃんのボーカルだけになって、アウトロでまた全員での演奏とコーラスになるというエモい演出で、最後サイちゃんの本当にありがとうございましたで大歓声といつまでも続きそうな拍手が沸き起こります。演奏が終わって最後の最後は小畑さんのいらっしゃいませお名手様バンドメイドでしたっぽーで、この本当に素晴らしすぎるまたまた最高を更新してくれたお給仕が終わりました。ステージから退場するときにあーちゃんが後ろを向いてくれて、衣装の後ろ背中のところに大きなリボンのマークが刺繍されているのを見せてくれて歓声が上がってました。あとミンチョだったかがミサさんのコートみたいな上着を開けて裏の刺繍を見せてくれたりもしてましたね。なかなか貴重でした。それで退場の時はやっぱり上手の通路のところを通っていくので、本当に間近で手を振っているお名手様を見て羨ましすぎましたね。豆さんたちがいなくなったステージを見て少し余韻を楽しんで、この素晴らしい会場ビルボードライブ大阪を後にしました。なおお酒と食事の代金は伝票の QR コードを読み込んでクレジット決済しておけば並ばずに会場を出られますのでおすすめです。しかし本当にこのメイドさんたちはお名手様をもてなして喜ばせることに全力を尽くしているなと思いますし、毎回最高を更新してくれるので本当に全てのお給仕に帰宅したくなります。この奉仕の精神にこちらも何とか微力でもお返しできることがあればと思ってしまいました。こんなにすごい楽しいおしゃれなお給仕ってよく思いついてくれたなと思いますし、実際に開催してくれるなんて本当にありがたいですし、本当に歴史に残るお給仕だと思いますし、本当に素晴らしくてものすごく楽しかったので、このビルボードツアーは絶対定番化してほしいと思いましたね。サイちゃんのいつものポストはバンドメイドビルボードライブアコースティックツアー大阪ありがとうございました。いやーバンドメイドがビルボードでライブですよ、楽しかったー、お名手様ご来場本当にありがとう、東京もありますからね、
ネタバレはほどほどに、でもね、感想知りたいです。待ってます。でしたね。本当に素晴らしいお給仕でした。ちなみに料理もお酒も本当に美味しかったです。ビルボードライブ最高です。私は東京のビルボードライブはチケットが取れませんでしたので、次回の帰宅は荒脇ロックフェスになります。天気予報が少し心配ではありますが、荒脇も初めてなのですごく楽しみです。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。